てたんですけどね、昨日は結構長くやったな。今日はまだ途中です。そうレコーディングの練習してた。前さ、なんかレコーディングする前になんか録音しますみたいな言ってたけど、その録音をねこうやってた。マイクで録音の練習をしておりました。もう結構歌ったから休憩です。さあ、そう、最近なんだっけ、昨日人狼のコンテンツが出たり、今日は子供の日のコンテンツが出たり、なんかいっぱい、あと体力測定も出たし、なんか盛りだくさん出てますけど、はい。そう、今日子供の日だったことさ、すっかり忘れててね。今日子供の日だった。なんか写真いつ出るのかなと思ってたけど、そういえば今日でしたね。ハワイにいた時のやつ今日だった。そう、今日さ、インライするつもりもなかったからさ、何もうちょっとさ、綺麗な状態で着たかったんだけど、めっちゃパジャマ見て、めっちゃパジャマなの。もうこんな感じ。私今もうこんな感じなのねパジャマと、もう髪の毛もいつもアイロンしたりしてくるんだけど、まあちょっと癖っ気なんでね、うねってなってるけど、でも結構サラサラ、今日結構サラサラよかった、よかったです。基本練習パジャマだから、パジャマっていうかなんか動きやすい服で着てますね。ナチュリマです。そうエッセンシャル公開されまして、そうだよね、初めて喋るかな。エッセンシャルの CM はい公開されまして、なんかね、こんにちはワンダフルですそうそれ以来のインライなんで、そうだからなんかエッセンシャルもやってるから、髪の毛をね常に綺麗にしたいなって欲がもっと増えて、そう最近はヘアケアを頑張ってますね。めっちゃ使ってます、エッセンシャル。なんだっけ、 TikTok のチャレンジとか撮った時、もうなんかダンスレッスン後とかだったから、もう髪の毛も振り回してたからちょっとボサボサで、だから TikTok チャレンジとか撮る前に私のふわりきらりスプレーをバーってやって TikTok 撮りましたね。あれはそのスプレーもマヤと彩香もその後なんか TikTok 撮るって言ってて、こうやって使って絶対買うって言ってた、2人とも。そうなんです。もうメンバーにもめっちゃおすすめしてるんだ。みんなも使ってください。そう、髪めっちゃ伸びたね。これ切ったんだよ最近。誰も気づかないのこれ、本当に私切ったんですよ。本当こんぐらいあったけど最近こんぐらい切った。知ってたこれ切ったんだよ。あとちょっとね、なんかレイヤーみたいにこうササササって切りましたね。ちょっと
かんないか。確かに短くなってる。本当？そう、ちょっと短くなってます。うんね。ハートして、ハート。自分で切ってなくて、ヘアメイクさんに切っていただきました。私が頼んだの。もうちょっと長すぎてって言ったら切ってくださいました。そう、前髪めっちゃ伸びた。これね、ホルツの時のラブエモの前髪はもうめっちゃ順調です。そうそうアトピーです見えるかな、見えちゃう。そう、ちょっと赤いんだけど心配しないでください。ネイルしてない。今ネイルちょっと見せられない。今取っちゃいましたので見せられません。はい、最近前髪が欲しいですなんかね、なんていうの、撮影の時は別にいらないのよ。ステージの時はいらなくて、なんかプライベートとかこういう時に欲しいなってちょっと思う。なんかちょっとなんかふんわりした感じになりたいなみたいな最近思ってます。そう、ちょっとこれ後ろに行っちゃうと目が悪くて見えないの、コメント今雨降ってるの？嘘、傘持ってないのに。お、今の LINE の通知聞こえた？これ聞こえる感じ？ LINE の通知何、子供の日のエピソード欲しいですか？子供の日のエピソード、なんだ、子供の日のエピソードじゃなくて子供のエピソード。私ね、めっちゃちゃんと寝れてた子だったの。なんかお姉ちゃんは結構寝かすのに時間がかかるタイプだったけど、私はなんかテレビの前とかにポイってしても寝れてたみたいですコンサート会場で寝てましたそんぐらい寝れてましたね。はい、そう3歳5歳ぐらいの時かな。何歳だろうね。もうバンバンなコンサート会場でもすやすや寝てましたねそう、あとは麺とかめっちゃ好きでした。ちっちゃい頃から麺が一番好きで、パスタめっちゃ好きで、あとねグミ好きだったな。ハリボーめっちゃ好きで、あとねなんか楽器はよく紙コップと輪ゴムをこうやって紙コップに輪ゴムつけたり紙コップ逆さにしたりしてその楽器風みたいな楽器をずっとポコ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 こうやってやってたりとか、何が好きだったんかな。たまごっちのなんかバイオリンとかあって、それとかやってたりしましたね。そういうのおもちゃで遊んでた。たまごっちとか5個持ちとかだったね。ジャラジャラに持ってましたね。あとは DS とかやってましたね。何してたんだろう他。なんか私の実家にっていうかもう家変わっちゃったけど、その時の実家になんかバ
バーみたいなのがあったの。なんかなんていうの、リビングがあって、ダイニングテーブルがあって、なんかリビングの後ろになんかバーがあったの。なんていうのそう親のなんかバーがあって、そこになんかなんていうの、いろんななんかさ、バーなんかそのカウンター、バーカウンター、そう、それバーカウンターがあったの、リビングに。どんな家って感じだけど、まあそんな感じで、そう、バーカウンターがあったのね。でそこのバーカウンターはあんま使わなくて、そのパーティーする時とかにしか使わなかったから、そのバーカウンターって大体まあなんていうの、立っていい感じのレベルにあるから、そこの後ろに秘密基地みたいなのを作ってて、パーティーない時期はその後ろになんかもうクッションとかを引き詰めてて、バーカウンターの後ろでひたすらその棚があったからさ、こう飲み物とかが入るような棚がこのカウンターの内側の方にあったから、そこにこう楽器並べてやってましたね。はい、そこが私の場所だったから、そこでDS したりとか、はい、してました。私の青春だったな、バーカウンターの後ろでしたね。私よく子供の頃はなんか、これ今考えたらすごい話なんだけど、ヒーリーズとかがめっちゃ流行ってて、靴の裏についてるタイヤみたいな、違う靴の裏にタイヤがついてて、わーみたいな、こうわーみたいな行く靴あるじゃん。あの靴を廊下でやってたりとか、なんかこう廊下ってさ、ちゃんとこう壁があるから、これで手つけるじゃないですか。だからそうやって廊下を進んだりとか、廊下ねすごかったんだよね。なんかもう壁とか削れてたもんな。なんか廊下こうやって上によじ登ったりとかそうよじ登ったりとか、自転車、あれ自転車だったんかな、一輪車、自転車だったんかな、なんかそんなのとか、あとお家になんか車、なんかプラスチックでできたこうめっちゃ大きい車があって、そうでなんか漕ぐやつがついてるのね、下に自転車みたいなのがついてて、めっちゃ面白い話一個ある。めっちゃ面白い話があって、そのなんかプラスチックの車みたいなのがあるのね。こうちゃんと扉もあって、こうめっちゃ大きいこんぐらい大きいのがあって、まあ一人入れるかなぐらいのやつで、それをずっとこう廊下とかリビングとかこうやってプープーってやってたのね。こうガチャってなってなんかくぐって入るみたいな。でそれのなんかこう窓があるじゃん。車の窓の後ろのポッケがあったの。なんかこうちょっとこうポッケみたいになってたところがあって、なんかそこになんか多分美容師さんごっこをしてたのかな、お姉ちゃんと。で美容師さんごっこをしてて、その時に私の髪の毛を切っちゃったの、お姉ちゃんがバッサリ切っちゃって、そこのポッケになんかその髪の毛を入れるみたいなわかる、こういう状態の美容師さんだから、こういう感じでやってたんだけど、それでもなんかそうママとパパにバレて、怒られましたねはい怒られました。でそう結構ねやんちゃだったの、私とお姉ちゃんは。だからそういう感じで遊んでました。ずっと家の中はもう本当に騒がしかっただろうな。本当に自転車に車にヒーリーズに楽器にね、ゲームに
あとあれ、お風呂場にククのペタって貼るやつありましたね。みんなあるよね、あれ多分。31が332が6みたいな、ククのお風呂用のシートみたいなのを貼ってました。なんかインターではククみたいな決まり言葉みたいなのがないのね。なんかさ、3日が332が6、サザンが934123515みたいなあるじゃん、日本では。そういうのがないから、なんか逆に覚えにくいのかな。どうやってみんな覚えてんだろう、わからないんだけど、なんかそうだからそれだけは日本語で覚えてましたね。はい、私が好きなのは3の段です。ちなみに31が332が6、サザンが934123515、サブ6183721、3パ21、3区27、3区 27？ 合ってるか、はいっていうのをやってましたね。あと何やろ、なんか何してたんだろう。ハワイでそれこそ私がちっちゃい頃初めて踊った楽曲が Perfume さんの楽曲だったのね。そう、それでハワイでなんかママの友達とかみんなをこうハワイのなんか泊まってたところにパーティーする時に私と私のお友達とお姉ちゃんと3人でPerfume さんになりきって踊ってっていうのをやってて、そうなんかコンサートみたいなごっこみたいなのをしてましたね。はい、だからもうそう大好きで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 した。そうだね。あとだからそのなんか私たちコンサートやりますみたいな感じで親のお友達とかにこう招待してたんだけど、なんか入場料はなんかレシートみたいな感じだった気がする。なんかこう箱みたいなの持ってて、入場の方なんていうの、来てくださる方はこの中にレシートをみたいな、お金じゃなくてレシートを、なんか何でもいいレシートをね集めてましたねそれでやってましたね、コンサート。そういうのとか、なんだろうね、子供の頃にやらかしエピソードある？いっぱいあるよ、いっぱいあるけど、なんか面白い話ないかな、子供の頃、学校とか。学校学校って制服だったんですけど、私学校はもう幼稚園の頃からずっと制服で、フリードレスデイって言って、そのなんていうの、制服じゃないものを着ていいよみたいな日が決まってるんですよ。今週の金曜日はフリードレスデイだから、なんか適当になんか自分の好きなの着てきていいよとか、逆にお題があったりとか、なんか今日はこのキャラクターになってきてくださいとか、今日は 90s ファッションやります、80代ファッションやりますとか、そういうお題が決まってたのね。でもなんかそれを忘れちゃって一人だけ制服で来ちゃう日とかもあったし、逆にフリードレスデーだと思ってフリードレスで来たら制服の日だったりみたいなあるから結構恥ずかしいよね。そうちゃんとね友達と確認し合いながらやっていかないとたまにそうなるから、結構恥ずかしかったなって感じですね。あと早弁とかめっちゃしてた。私はめっちゃしてて、その15分のスナックタイムがあって、その時にお弁当食べて、お弁当時間に給食食べてましたね。まーちゃんの反抗期の話、はあ
そうね、私別に反抗期みたいなのがあんまなかったんですけど、学生時代は。でも練習生の時にこの前のなんかどっかのメイキングで上がってたんだけど、私練習生の時にプチ反抗期がありまして、そうなんか練習生の時私あんまりご飯を食べなかったんですね。今じゃ本当に考えられないんだけど、なんかあんまり本当に食べなくって、私なんか多分なんか食の好みがいっぱいこう偏食ちゃんだから、そうあんまりそう偏食ちゃんだからなんかあんま食べれなかったので、なんか練習生の時ってラーメン禁止だから、なんかそうカップラーメン禁止だし、なんかお菓子って禁止だったっけ、ニジプロの時だっけな、なんかわかんないけど、なんかそういうのがあったのね。だからなんか給食じゃない、カフェテリアじゃない、食堂のご飯は食べれたんですけど、なんかその時まだ辛い食べ物もあんまり食べれなかったから、なんか自然とあんま食べなくなっちゃって、でなんかずっともう練習に必死だったので、なんか食べるのもなんか確か練習生の時ってなんか食べる時間が決まってんのね、なんか30分から1時間かなんかだったんだけど、なんかでももう練習しないと時間がないから、もう本当にこうバーって駆け込んで下に降りて練習してたって感じだったから、なんかあんまそうでもその中でも多分あんまり食べてなくて、そうなんですよ、結構痩せちゃって、でそれで私だけラーメンを OK にしてもらったんですね。そしたら戻りました。はい、なんかラーメンに救われたっていう話ですね。そうだからその時に結構反抗期だったの。まこちゃんがずっとこう気にかけてくれてて、なんかもっと食べなよっていっぱい言ってくれてたけど、いや食べてるしみたいな感じだったの。ほんとごめん。でも多分それが反抗期で、やっぱ食べてないとちょっとなんていうの、なってくるじゃん、ちょっとなんかピリピリしてくるじゃん、お腹空いてるし。だから多分そうだったので、はい、だからプチ反抗期がその時だけありましたね。でもそれ以外はなかったかなって思います。多分必死だったんだな、練習ね。はい。あとそうね、親に反抗してないですね。14の時に韓国に行っちゃったから、その前は本当に何もなかったです。なんかあったな、あれ。なんか学校でベイクセールってのがあって、そのベイクセールってなんかその学年が一人一個ずつ、例えばブラウニーとかカップケーキとかクシャミうわ、はい、なんだっけ、そう、一人なんだっけ、一学年の一人ずつなんかブラウニーとかカップケーキとかクッキーとか何でもいいから作って、そのクラスのその作った食べ物たちをこうテーブルにバーってやってこう売るみたいなのがあったのね、年に何回かで。今回の担当はじゃあ6年生が担当しますみたいなだったら作っていかなきゃいけなかったんだけど、もう完全に忘れちゃってて、ベイクセール今日だってこと何も作ってないの。もうやばいじゃん、もうやばいのよ。
で大体そのスナックタイムとかに売ったりで、なんかちょっと全部売れなかったら放課後売ったりもするんだけど、だからね、なんかお母さんになんかごめんみたいな、ベイクセール忘れてたってなって、もうママが急いで作ってそれをランチタイムとかに届けてくれて、出したりとかしてましたね。そう忘れちゃうのすごいいろいろ、なんかそうフリードレスも忘れちゃうし、ベイクセールも忘れちゃうし、今日体育の日だからもう体育着とか忘れちゃうし、なんかもういろいろ忘れちゃってました。そうなんかいろいろ多かったですそう、あとなんか体育祭なんかやったじゃんこの前、なんだっけ、体力測定みたいなのはなかったけど、スポーツデーみたいなのはあって、高跳びとかハードル飛ぶやつとかリレーとかはありました。でもなんかサイドステップみたいなやつ、なんだっけ名前忘れちゃった。サイドステップタタ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 タみたいなやつはやったことなかったですね。なかった気がする、それは。だからちょっと初めてだったからちょっとビリでしたけど、はい。そう、そのコンテンツ、体力測定のコンテンツの時にもうちょうど腰がピークで痛かった時で、病院行ってた時だったから、そうだからちょっと無理はしなかったんですけど、はいでも多分腰痛くなかったとしても別にビリは変わりはないかもしれないけど、まだちょっともうちょっとできてたかもねっていう。めっちゃ無事です。今もうちょっとね、腰は本当に良くなってきました。はい。でシャトルランってさ、前も喋ったよね、シャトルラン。なんか人形取りに行くやつ。まーちゃんの学生時代知りたい？あと他何が知りたい？じゃあ何が知りたいですかね。幼稚園は私幼稚園だけ共同っていうの、幼稚園は共同学校だったの。共同なんか共同なんか女子校の反対って何でしたっけ？共同なんだったっけ？共同誰か助けて。共同同郷共学ですそれ共学です。共学だったの、幼稚園だけで。小1から小1から14歳まで女子校でしたね。何年間？9年間ぐらい女子校だったんですよ。めっちゃびっくりされるの、女子校なんだみたいな。そうです、女子校なんです、私。そうなんだ。幼稚園は4年間共学で、そう共学か女子校どっちがいい？わかんないな。でもだってさ、幼稚園の4年間だけ共学だったから、なんかあんまり記憶にもないわけで、そうですね、あんまり記憶にもないわけでした。女子校最高では超楽しいよ。そう女子校っぽいエピソード聞きたい。なんだろうね、女子校っぽいエピソード。女子校っぽいエピソード。何？女子校っぽいエピソード。マジ女子校っぽい？本当？本当？そう女子校っぽいエピソードだから、まあみんな女子だし、みんなね
そんなメイクもめっちゃダメってわけじゃなかったのね。なんか派手じゃなければいいみたいな感じだったから、もうね、そうよ、カチャカチャでしたよ。ネイルも、ネイルってありだったっけな、なんかナチュラルだったらありだったんだっけど、なんだか忘れちゃいました。でも髪色とかも結構派手な子もいたし、楽しかったね。みんな楽しかった。ファッションも可愛かったし。そう、うん。あ、ベイクセールとか女子校っぽい。そうなのかな、そうなのかな、確かにそうなのかな。うん。どんな髪色してたの？私はでも普通だった。髪染めたことなかったから。そう、これでしたね。この髪色でしたね。そう、でも私ずっとツインテールして学校行ってたから、そう、ずっとツインテールだった。はい、ずっとツインテールで学校行ってて、なんか可愛いものが大好きでしたね。部活の話が聞きたい。部活の話、私部活バレーボール部、バンド部、バレーボール軽4部、合唱部、だけだっけ？いや、もっとあったはず。忘れちゃったよ。そう、なんか軽音部はなんか軽音部に入るためにオーディションがあったので、なんかオーディションでドラムのオーディションを受けて、その時も独学だったから、そう受けて、なんか1年間2年間ぐらいパーカッションやってて、なんかなんていうの、こういうのピッピッピみたいなやつでシャカ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 とかやったり、椅子に座ってチャッチャカチャッチャカチャッチャカみたいなやつやったり、タンバリンやったり、そういうのやってましたね。シュルルルルルみたいなやつもやったり、そういうのやってて、それでドラムを担当されてた先輩が卒業しちゃった時にドラムとして入りましたね。そう、でも結局ね、習ったことがなくて、そう、部活は掛け持ちありでやってて、なんかシーズンごとに運動は違ってて、軽音部と合唱部とかは年中で、スポーツはなんか冬はバレー部、なんちゃらはバスケ部とか、なんかそういうのでシーズンチェンジがありましたね。あとなんだろう、あとだから文化祭とかは、なんか文化祭もなんかちょっと違って、なんかね、ブースがあって、その国ごとのブースみたいなのがこう学校にブワーってあって、例えばなんていうの、ジャパンブースだったらなんか日本のブースだから、なんか日本のなんかおにぎりとか、なんかそういうなんかちょっとした食べ物を売ってるところが屋台みたいな感じにあって、だからこう伝統のブースたちがあって、なんかケバブとか売ってたりとか、なんかチヂミ売ってたりとか、そういう感じでいろんなブースがあって、私はハワイアンブースだったの。別にハワイ生まれでないんだけど、もうめっちゃハワイ、もうハワイにもう1年に 3,4 回ぐらい行ってたから、もう休みのたんびにハワイだったから、なんかハワイアンブース担当してて、私たちの家族はだからスパムおにぎりとか、はい、売ってましたね。そう、ハワイアンブース担当でしたね。
ちゃ楽しいんだよ。そう、めっちゃ楽しかった。ハワイどうだった？ハワイ楽しかったです。なんかこの前なんだったっけ、ちょっと4日間5日間かな、お休みいただいて、でそうだから3泊してきましたね。ハワイに3泊ハワイに行ってきました。久々にディズニーホテル泊まったりとか、もうほんと11年ぶりぐらいに泊まって、もうなんか到着した瞬間泣いて、めっちゃね嬉しかったね。あといつも行ってたレストラン行ったりとか、モール行ったりとかしてました。楽しかったです。私もともと泳げたの。背泳ぎとか得意だったし、クロールとか浮くこともできたの。で私ハワイでもともとサマースクールに夏休みの学校に行ってたから、そこでなんか泳ぎテストとかもあったからちゃんと泳げてたの。だけどなんか泳げなくなってましたね。そう待って、もう40分やってるね。どうしよう、何時までする？みんな1時間する？今日楽しくなってるよね。てか私3時間半歌ったけど、今こうやって喋ってる方が喉ガラガラになってきた。2バットのパートチェンジ？ 2 バットのパートチェンジ出たの？もう 2 バットのパートチェンジって何の一緒だったっけ？あれ2バットのパートチェンジって一緒に何でやったんだっけ？あ、子供の日？もしかして出たんだ。見たい。見る？ 2 バットのパートチェンジ。いつ上がったんだろう？さっきかな。 YouTube 出たー。1時間前に出てた。出していいのかな？怖い？だってうちらの曲だもんね。大丈夫だよね。違う、私が何が怖いのかって、まだ何が怖いのかって、このパソコンから曲が流れてしまうのが一番怖いんですダメすぎる。見ます。私マヤだったんだよ。これ結構うまいの、みんな。これやる前に1回だけ動画見させていただいたのね。めっちゃ叫んでる。でも1回しか見てないからもう分かんないの。でもどうちょっとすごいんじゃない？ Say you wanna love me too bad, say you wanna hurt me too bad, say you wanna get me. You can't say you wanna hurt me too bad. あ、すごい合ってる場所が合ってればいいのよ。場所が
ニナのプッシュンポーレン入ります。プッシュンポーレンニナかわいい、愛おしい。ニナが私のパートやってくれるぜ。あ、でも結構いいんじゃない？これまだ見てない方、この後見てください。そうニナ私のサビに気づいていないな。わかんないよね。やばいやばい。2番私たち結構カオスだ。It's too late on you ニナのキック入った。ニナのキックお、いいよニナリクがモルモット持ってる。この悲鳴の多分 60% はリマだと思う見て見て、でも最後場所合ってるよそうすごいこれ難しいんですよ意外と。なぜならなんかさ、自分の立ち位置はわかるけどさ、なんか例えば自分から見て自分が 2.2 番にいるとする。そしたら一番端の3番の子は、例えば一番端の3番が彩香だな、じゃあ 1.8 にはまこちゃんだなみたいなのは踊ってる間に分かるけど、例えばさ、じゃあ逆側の 2.2 番も私も分かるのね。こう合わせるから 2.2 だよね。例えばマヤが向こう側の 2.2 だとすると、マヤ側の方の3番の子と 1.8 の子とかは分からないから、自分的にいつもパフォーマンスしてて分かるのは、センターが誰なのかと、自分と新芽が誰なのかと、自分の横前の人たちが誰なのかとかしか分からないから難しいんですよこれって本当に。難しい。そう、自分の場所だけ覚えるのに必死だからちょっとね難しかった。私はマヤのパートだったんだけども、最初しか見事に合ってないね。最初だけだね。イントロ楽しかったな。これもう一回やりたい。パートチェンジ超楽しかったです。初めてやったかな意外と。初めてでした意外と。遅すぎるな。あとそうカモンオーバーのリレーダンスの教師なんか上がったのと、そうだね、めっちゃやってます。はい、以上リアクションでしたなんか他に喋ってほしいこと。あと15分やります。あ、なんかこの質問箱みたいに見てみる。ほー、アイカツの好きなキャラ教えてほしい。アイカツはアリス川乙女ちゃんですそう、アリス川乙女ちゃんが好きです。私がアニメの話するとかないもんね。私あと夢色パティシエールがめっちゃ好きで、夢色パティシエールずっと見てたのと、
アイカツ見てたのとくらいかな。今どんな靴下履いてますか？見ます？あ、ちょっと毛玉ないな今日。見る？これ見せたことあるよ。でもペンギンこれはマヤがくれた、マヤとミーヒかな、くれたやつです。じゃーんはい、さあペンギンです。かわいいでしょ。そうね、かわいいね。あとはゴールデンウィーク何してた？今ですよね、ゴールデンウィークって。そうだよね。ゴールデンウィークってそのウィークがゴールデンウィークなの？今ゴールデンウィークなの？いや確かロッキンが月曜日だったから、月曜日が確かゴールデンウィークだったっていうことは、今週がゴールデンウィークっていうことですかね。私の今年のゴールデンウィークはですね、フェスに出まして、練習しまして、昨日練習しまして、今日練習しまして、明日は練習しまして、明後日は練習かな。なんだったっけ。あと今週のウィークの締めは結婚でございます。そう、フェス練習結婚でございます。一般的には明日までかな、ゴールデンウィーク。じゃあウィークじゃないってこと？今日水曜日でしょ。月火水木ってこと？ウィーク。まあウィークか。土日月火水木。じゃあ金曜日だけ行ってまたお休みってこと？ちょっと私はゴールデンウィークのシステムがわからないです。で、そんな感じです。はい。そして次、ソロ曲スプください。そう、今日もずっと練習してたからさ、その曲をちょっと怖いんだよねいつこう出ちゃうか分かんないじゃん。ちょっと怖いんだよね。だから今このパソコンからそれが鳴り響くかなと思ってちょっと怖かった。言わないです。次、カラコン何使ってるの？これね、いつも答えてたんだけど今日はつけてないですね、カラコン。今日は目が悪いから透明のカラコンじゃないなんだっけ透明のコンタクトです。Rima, make a heart please. Sure. I was with Nina. Like, I thought she was still here, but she wasn't. She's gone home, I think. But, because I have a mic over here. You know, I have, like, a mic over here, right? So then, like, I was, like, recording myself using this mic. And then, like, she came over. And then she started, like, doing, like, a podcast. So, like, we decided to, like, record. Yeah, so she was doing, like, a
mimic of like a podcast, you know. And she was doing ASMR with this mic, so yeah, that's another episode of us. Thank you for joining the live stream today. No problem. I wanted to do this for a while. And yeah, I know you guys are waiting for like too bad English version, right? I know, and like I want to do that too, but I'm not really sure. I don't want to, hype you guys up for nothing. So I'm sorry. I wish we can have like another English version for some other songs or something. Sadly, yeah.そう、今何言ったかっていうと、このマイクを使ってレコーディングをしてたから、なんかさっきニナもさっきまでいて、ニナが入ってきて、なんかポッドキャストみたいなのやりたいみたいなって、なんかこのマイク使ってポッドキャスト風みたいなのをやってて、こうやってやって、ASMR 風みたいなのこうやってみんながやってたさっきこうやってやったり、私の歯ブラシとこうやってみたいなことをニーナが一人でやってました。そう、私はそれを微笑ましく見てましたね。よいしょ。そう。日本語、韓国語、英語を話すときに声の高さ変わる。英語一番低くて韓国語一番高くて日本語普通です。I don't know why though. My English has been, I think my English got a little bit better. That's what my sister said, so I'm kind of happy. Look at this. It's my purple toothbrush. And okay, we always have like the same set. Like all of my members have like this exact set, but like I think it was like only like navy and white and pink. But I think this is like a new one and they have purple. So yeah, I got the purple one. TMI. No one needs to know that. Yeah, okay. Yeah. 한국어로도 좀 할까요? 한국어는 내가 이제 지난주까지 계속 한국에 있었어가지고 한국어를 쓸 일이 되게 많았어요. 맞아요. 그렇게 많지 않았나? 약간 그 헤메스 언니들이 항상 일본에 있어도 어디에 있어도 한국어로 대화하고 이제 스태프분들이랑도 한국어로 얘기하니까 일본에 있어도 한국에 있어도 막 똑같이 한국어로 말하긴 하는데 네. 리마는 영어, 한국어 말할 때 멋있고 터프함. 진짜요? 한국어도 그런가? 리마는 한국어 할 때 개구쟁이 목소리. 진짜? 내가 약간 이런 게 있어요. 한국어 말할 때 약간 한국어 발음이 약간 좋은 편은 아닌 것 같아요. 약간 조금 영어스러운 한국어라고 해야 되나? 약간 일본어 같은 한국어 말고 영어 같은 한국어예요. 뭔지 알죠? 약간 발음이 그런 것 같아요. 이게 거칠 수가 없어. 내가 막 처음부터 이러면은 계속 쭉 이럴 것 같아서. 네. 근데 한국어 말하는 거 너무 좋아요. 저. 너무 좋아. 너무 좋아요. 하이. 사랑해요? 사랑해요. 나도 사랑해요. 럭셔리 한국어야? 진짜요? I like that. Luxury.
韓国語はいパッと口から出るの何語？独り言喋るとき焦ってるときは英語普通に喋るときは日本語でもなんか焦ってたりなんかびっくりしたときとかに出てくるのは英語かなだから多分英語なのかなわからないけどいやそんな感じ But like なんていうのそうなんかその喋ってる相手が英語を聞き取れる相手だったらなんかいきなりめっちゃ英語喋っちゃうなんかめっちゃこうミックスしちゃうって感じなんかマネージャーさんでちょっと英語も聞き取れるよみたいな方の前だとなんか you know like こういう感じで like this is like なんちゃらかんちゃらでさみたいなこうなんちゃらかんちゃらですよねみたいなのも like その like とかが入ってきちゃうんだよね you know そういう感じです What do you think you'd be doing now if you didn't become an idol? I think I'll be a student I think but then I wanted to like graduate if I graduated high school I think I wanted to go like abroad I think if I can but I don't know if I was like you know I'm not really like smart so I'm not really sure if I can do that but yeah if I were to go I don't know where I wanted to go though I didn't really have like a dream you know yeah I only dreamed to become an idol so I'm not really sure yeah because yeah I'm not really good at any type of studying like subjects yeah I just sucked at everything so yeah it's kind of しょうがない you know like oh yeah I was good at math and science because I was in the lowest class for that because there was like 3 classes for math and science and I was in the lowest class but I had the best scores in the lowest class so I guess I'm fine and yeah I just couldn't with social studies and English because I didn't really like reading books and stuff and I couldn't like remember stuff you know so that's that I liked ICT I liked computer like coding and stuff yeah I liked those stuff yeah はい今何を喋ってたかというとなんか勉強何がうまかったのみたいな喋っててそうなんか数学と理科はめっちゃうまかったけどなんかそれもなんかクラスが分かれててまあ一番低いクラスの一番上だったよっていう話だったからまあ下の上みたいなそうなんか下っていうのもちょっとあれなんだけどそう3個にクラスに分かれてて、まあ、一番下のクラスの一番上だったよっていうぐらいかなでもそんなめっちゃ下なわけじゃなかったはず分からないけどでも満点だったからっていう感じですかねあとはまああんまりなんかICT が一番得意でしたねコーディングとかそういう感じが好きでしたはいっていうのをね喋ってましたもうね1時間過ぎてるの分かってるの練習するよね練習するよもう練習しに行くよもうなんか今そう明日までにこの曲をレコーディングしたくてし終えたんですけどここから磨くか新しい曲を作るか悩んでます最近なんか曲作るのがハマってて楽しくてそう曲作ってて歌詞書いたりメロディー書いたりしてますそうだからコンビニ行く時とかにもうなんか浮かんだと思ったらなんか歩きながら録音してそういうのにハマってますね最近楽しくやってますそういうのが私の趣味になってきてますね楽しいねはいということで皆さん
褒めてくれてありがとうございました。今日は子供の日だったから最初の数分は子供の話をしましたあ、私ちなみに私はちなみにまだ子供みたいな心で進んでいきたいと思いますなんていうの、なんかさ、わかる？私今22歳なんですけど、そう22歳らしくしたいけど、なんかその子供の心みたいなピュアなわーみたいなのはなくしたくないから、なんかそうちょっとわーみたいなのを、取り入れて今後も楽しく活動したいなと思ってます何の宣言これはい、ということでみんなありがとう。もう1時間しちゃったよ。私30分の予定だった。やばいよね。やばいやらなきゃいけない。やりますじゃあねみんな、本当ありがとう。またすぐ来るね。楽しかったもん。はい、 Thanks for watching guys. I'll come back soon. Bye. 감사합니다. 또 만나요. じゃあね。終わるよ。Bye. I love you. 大好き。バイバイ。